基本になるのが校訓である自主創造、自ら進んで物事を作り出すというのをベースに、グループワークというより自分で調べて、でそれ思ったことを発表するとか、思ったことを言ってみるというところに重点を置いている感じです。間違ってもいいから思ったことを言ってみろっていう感じで、どんどん発言を促すような形にしているというところです。我々教員がどうしても生徒に伝えたいこと、伝えたい思いが溢れすぎると、手取り足取り生徒に全て教えてしまいがちだと思うんですが、生徒たちにはもっと自由に生徒たちが秘めているアイデアをどんどん外に発信して、仲間を巻き込みながらいろんなものを作ってほしいなっていうふうに思っています。勝手にやる集団という言葉はですね、学科長の藤川が、最初に言ったことなんですけども、いい意味で生徒たちが自分で考えて、時には周りに相談をして、必要であれば我々教員にも相談をする。そして自分たちでやるべきこと、やりたいことをどんどんやっていくっていう活動のことを言っています。生徒たちは CAD 室というコンピューターが40台置かれている部屋を自由に使うことができるんですが、その部屋で CAD を使ったり、3D プリンターにデータを送って自由自在に造形をしたり、道具が壊れた時には自分たちで修理をするというところまで、生徒たちが良い意味で勝手にやっている環境を構築しています。生徒たちに考えさせる力、こういったことをつけさせる方策を毎年バージョンアップしながら取り組んでいるという状況です。3D プロダクトデザインコンテストというのがあって、そこに応募してみました。それが入選して表彰式に招待されて行ったところ、経理リードの桑原さんっていう方に会っていろんな情報をいただいて、ソリッドワークスっていうのがあるんだなっていうのを知ったのがきっかけで、当時使ってた 3D モデリングソフトと比べると直感的に操作できたというところと、テキスト類の類が充実していたというのが大きなポイントだったと思います。今までだとそれぞれの実習室があって、それぞれの機器が入ってて、そこだけで機能していた感じでした。ソリッドワークスを入れてみて、しかも CAM ソフトも入ってるっていうことも初めて知って、ここを起点にしていろんなところをつなげていろんな形のものを作れるんだっていうのが分かった時に、そこで点と点がつながってコネクティングドットだなと思っていたところですね。活用というよりも、どれだけ使い込んでイメージしているものをこの中で再現できるかっていうのに重点を置いています。で、ソリッドワークスに関してはモデリングのサンプルが載っている教科書がありますので、それをベースにひたすらモデリングをしていくという感じでやっています。2年ぐらい前から CSWA を受ける子がいて、年々生徒の理解度が上がってきてると、結構それ全員で受けてもいいんじゃないかなっていうようなレベルに達してきたので、一番自分が活用しているところが 3DX に入っているコンペアを活用しています。コンペアを使うと、こっち側に見本の図形、こっち側に生徒が作ったモデルを入れると、ここに質量が出てくるので、モデルが正しかったらこの正解のモデルと同じ質量になるけども、こっちは質量がでかいのでどっかが違う。これだとモデルとモデル原点さえあってればぴったり重なるので、こういうふうにモデルが質量が多い場合はどっかがはみ出しているということが一目瞭然で分かる。これが非常に助かっているところですね。生徒一人一人のデータをソリッドワークスで立ち上げて、チェックしていくのは膨大な時間がかかっていました。けどもこれだと一覧ですぐに見れる。作業量としては20分の1ぐらいになったかなって思います。自分たちは CAD 上で作ったものを 3D プリンターに出力して形にするっていうのを得意としていて、これは斉藤君が全部一から自分で設計して作ったもので、僕たちには SolidWorks の 3D CAD はなくてはならない存在。毎週土曜日の部活始まる前の日に全体でミーティングをするんですけど、その時にスケジュール管理が結構使っています。SolidWorks の中にアセンブリという
機能があって、組み立てる機能なんですけど、アセンブリはかなりめちゃくちゃ使ってますね。やはりソリッドワークスの部分でツールボックスが一番自分の中ではいい機能だなと思って、今回のこの ARM 制作でも使ってるこのギアなんですけど、やはりこういう細かい、均等なパーツを作る点では、ツールボックスを使えば自分の欲しい規格のサイズに合ったギアを作ることができるので、多く活用してもらってる機能だなと思っています。生徒たちが互いに相談をしながら、時には上級生が下級生にアドバイスをしながらアッセンブリで組み立てたりですが、一緒にやっているというところがまず印象的です。プロジェクトプランニングについては視覚的に工程管理ができるということで、スムーズにロボット製作に取り組めているという印象を受けています。データ共有がしやすいということです。現在は学校の中で活動することが多いですが、生徒は1人1台 Chromebook を所持していますので、家にいてもデータの管理をできたり、ミーティングをしたりだとか、そういうこともしやすくなるだろうというふうに思っています。今年に入ってから週末の活動時間を4時間から3時間に1時間削減しました。前年度比でいうと 75% の活動時間になっています。4月当初からプロジェクトプランニングを利用して生徒たちが週に1回のミーティングを使って工程管理を熱心に取り組んだ成果かなというふうに感じています。ますます生徒主体の活動を加速させていきたいなというふうに感じています。安全教育も取り入れながら生徒たちが自分たちで機械を使い、自分たちで物を作り、自分たちでロボットを完成させていく、こういった取り組みを加速させたいというふうに考えています。ただ受け身じゃなくて、でもこういうやり方があるんですけどどうですか、逆に提案するような、それぐらいの子たちになってほしいなっていうところが私の目標とするところであり、今そうなってくれてんじゃないかなというふうに思うところです。